ピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。さあ、いよいよ2025年のハイライトの一つ、乙女座の満月がやってきます。ブラッドムーン、皆既月食です。今日はこの満月でどんなことが起こるのか、そしてどうすればいいのか、12星座別に解説しますので、ぜひ最後まで見てください。チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。記事で読みたい方はブログの方でね、文字でも起こしておりますし、それからもう少し、日々のですね、アスペクトとか、その日にぴったりの開運行動なんか知りたい方は、インスタグラムの方でも毎日発信をしております。さて、月が赤く染まるということから、この名がついているんですけれども、これは単なる天体現象ではなくて、私たちの内面でも内面でね、不要なものが削ぎ落とされて、本当に必要なものだけが残るということを象徴する満月なんですね。で、この時期は変革のエネルギーが強まります。そしてこの月食から1ヶ月以内に人生を変えるような大きな出来事が起こるということもよくあります。世界規模で私たちが人類のカルマを見直すような出来事が起こる可能性もあります。ブラッドムーンは死と再生、そして大変容をもたらします。それは時に痛みを伴いますが、最終的には私たちを新たな次元へと導いて、精神的な成長を加速させてくれます。通常なら長い時間をかけて起こる変化が、この短期間で一気に進むこともあるということですね。この経験は私たちの魂の進化のためであって、最終的にはプラスに働くと信じることも大切です。そして、ブラッドムーンの月食は私たちのタイムラインを加速させるという効果があります。魂の進化の新たな段階へと飛躍的に前進するのを助けてくれます。ですからさっきも言ったように、普通なら何年もかけて達成するような変化をこの短期間で一気にゲットすることもできる、じわじわではなくという意味ですごく早く成長したい人にとってはいい期間とも言えるかもしれません。では、ちょっとアスペクトを見てみたいと思います。少しシェアしますね。どこだシェア。よいしょ。乙女座の満月図、こんな感じになっております。見ていただいてわかるように、ここですね。ぐちゃぐちゃぐちゃと固まっております。まずですね、今年初めに1月の29日にドラゴンヘッドが魚座に、そしてドラゴンテールが乙女座に移動しましたよという話をしました。また詳しくはそちらを見ていただければいいのですが、これによって私たちがどういうことをしたら人生が上昇して成長するか、どういうことをすると止まるのかっていうのが、この今までの1年半とはちょっと違うところに移ったから、切り替えが大事だよということだったんですね。で、この1年半にここからのね、1年半にわたっては、魚座的なエネルギーの中に成長が生まれる。乙女座の影に引っ張られることで人生が後退する期間に入ったということですが、毎回言いますけど、勘違いしてほしくないのは、乙女座が悪いわけではありません。ドラゴンヘッドとテールっていう、こういう感じです。ドラゴンヘッドとテールが逆の位置に入ったら、今度は乙女座的なエネルギーが最高の成長で、魚座的なエネルギーが止まるということになりますからね。ここで太陽星座は全く関係ありません。で、乙女座っていうのは完璧主義であり、健康志向であり、完全な力っていうものを発揮して、自分以外の誰も必要としない、全責任自分で負いますぜという、そういう思考の女神を表しているんです。で、乙女座は必要な知識、愛、強さ、全部持ってます。すべて自分の中に宿っていることを知っている素晴らしいサインであります。これは確実。ですが、ドラゴンテールにあるときは、その影の部分にも気をつける必要があります。そして今回の満月はまさに乙女座のドラゴンテールのすぐ近く。見てください。この27度と23度、5度以内というのは非常に近い。だから皆既月食ですね。思い出していただきたいのは、白道と、太陽の通り道と月の通り道は2つでしか交わらない。それがドラゴンテールとドラゴンヘッド。そして今回このドラゴンテールの交わるすぐ横で起こる満月だから月食となるわけなんですね。で、これが今回、この1年半のドラゴンテール乙女座期の幕開けとして、この満月
でスタートするということは、とても大きな意味があるということだと思います。乙女座のブラッドムーンでは、私たちの太陽星座が何であれ、乙女座の意識の一部に踏み込むということが余儀なくされます。誰の中にも知恵とか強さとか完全性への憧れっていうものは流れています。そして私たちは自分の内なる存在とつながりながら、どんな状況にあっても自分の力で乗り越えていこう。そういう意識は持っています。その上で影の部分となり得る完璧でなければならないという思い込みとか、細かいところまで全て自分でコントロールしたい。することでやっと安心するっていう、こういう思考を手放していくことが余儀なくされていくということなんです。この満月ではもっと宇宙の導きを信じて、自分自身のもう信じることがテーマになります。人生において完全にコントロールすることなど何もない、できない、私たちは神じゃない。だからこそ流れに身を委ねることも大切だよという新たな思考が湧いてくるということを促されているということですね。これをみんなできるようになると、これまで歯を食いしばって頑張ってきた人は肩の力が抜けて、本当の精神的な穏やかさ、豊かさを経験して、あ、これが幸せだと感じるかもしれません。で、こうしていい意味で責任感を手放して、コントロール権への執着とか、細かいことへのこだわりを諦めることができたときに、本当に自分自身の内なる強さと直感に戻ることができるということですね。私たちは常に宇宙全体とつながっているということを私は本当にいつも信じています。宇宙は強くて愛にあふれている。よってつながっている私たちにもその力があると私も思っています。乙女座は心と体のつながり、日々の仕事のプロジェクト、ルーティン、組織力、精神的な健康、全部支配しています。これらの領域が今回の日食で、日食じゃない、月食で高まるということにも気づいていくかもしれません。で、乙女座は地の星座であり、私たちは地に足をつけて熟考したアプローチを取るように求めるんですけれども、ただし考えすぎたり、自分や他人に厳しくなりすぎたりしないように注意を促しているのが今回の月食ということになりますね。で、今回の、ね、月食は乙女座で起こりますが、ここ見ていただいたら分かるように、太陽、土星、ドラゴンヘッド、海王星がすべて魚座にあります。そしてこれらが乙女座の月とドラゴンテールの真向かいとなっている。魚座のステリウムって言いますけれども、占星術用語で。このステリウムが起こっている状態、これはその月食の影響をさらに強めます。私たちの感情とか直感を鋭くして、全体的な意識っていうのを高めていくということになります。そのために、感情のバランスを保つための努力がとても重要になってきます。グランディングするとか、落ち着く時間を持つとか、安心できる環境を整えるということが助けとなっていきます。それからまた、カルマの支配者であり、マスターティーチャーでもある土星が月とオポジションで太陽と合ですね。22度ですから、もう本当に近いわけです。太陽と近い。それから乙女座の月ともほぼ、1度しかオーブがない状態でオポジションとなってます。これは今起こる出来事が私たちのソウルの旅や人類全体のカルマの一部である可能性を示しています。なんかいろいろ起こるんです。で、それはカルマの方向性、カルマの一部であるということに気づくことが大事だよということですね。でもここで土星の教訓を受け入れて課題に真摯に向き合うことで、私たちは成長して精神的な成長を遂げることができます。なぜならば、特に今回の満月は牡牛座の天王星とトラインをして、もっといいのは蟹座のパンドラとももう本当に近い状態でセクスタイルをとってます。これらの天体は変容を促す力を持っていて、この満月をきっかけに精神的な変容を遂げる人が多くなってくることを示しています。愛とか豊かさを育んで悟りの境地みたいなところに行っちゃう人が出てくるかもしれません。土星レベルのマスターティーチャーが次々と誕生していくという可能性すらあります。それからこの時期は金星が逆行して、水星も実はこの次の日に逆行するから、すでにこの満月ずれはステーション期間に入っています。そのために前に進む前に一度立ち止まって過去を振り返るということも出来事として起こります。求められるような出来事が起こる。乙女座のドラゴンテールのテーマである責任感やコントロールへの執着。
細かすぎる意識が、これまでの自分自身や周囲に与えてきた影響、負の影響を見直す良い機会となるということです。例えば、分かりやすく言うと、これまで家族のスケジュールや食事をすべて管理して決めていた母親、コントロール権を持っていた母親が、この満月を機にもっと寛容でおおらかな姿勢を持つようになるかもしれません。健康的でありながらも柔軟な食生活を提案して、家族の自主性を尊重するように変わっていくお母さんも増えていくかもしれないということですね。そして水星と金星の逆行の影響によって、コミュニケーションの誤解や行き違いが生じやすい時期ではありますから、人間関係で悲しいすれ違いを避けるためにも、相手の言葉を慎重に受け止めて、丁寧な対話を心がけるということが大切です。何が起ころうとも日食、特にブラッドムーン、月食、特にブラッドムーンの月食は、常に私たちを最高の成長へと目覚めさせるために必要な場所へ導いてくれるということを心に留めておきましょう。ということで、ではここから12星座別にこんなことが起こるので、こうするといいよ、だーっと言っていきますね。お羊座、今回の満月はセルフケアと仕事環境に対しての見直しを余儀なくされる出来事が起こります。この2つがあなたの人生にどんな影響を与えているのかをよく見直すべき時です。感情的になる出来事も起こりますが、すべてを冷静に受け止めて、ちょうどいい方向転換だと捉えて取り組んでください。お牛座、満月で実るはずだった出来事が月食が加わることで、物事は思ったほど完了しない可能性があります。出来事としてはそれ残念かもしれませんが、がっかりしないで次の展開を待ちましょう。今回の満月でロマンスに関すること、あなたのクリエイティビティに関することがより強化されていきますので、その上での改めて次の展開を信じた方が無難です。双子座、今回の満月、月食はあなたの家庭生活に影響を及ぼします。家族のテーマでいろんなことが起こります。乙女座は秩序と整頓がすべてなので、あなたの生活空間をより習慣化させて、より、高いレベルのものに持ち上げてくれるような出来事が起こります。あなたの家をもっと幸せで健全なものにするための必要なきっかけと捉えて努力をしてみましょう。蟹座、コミュニケーションとつながりの中での真実が明確になる出来事が起こります。家族とか身近なところでなんかこれまで隠されてきたことが明らかになっていきますね。蟹座の敏感さと感情や直感の強さがよりクローズアップできる時なので、やるべきこととしてはその力を積極的に使っていきましょう。獅子座、最近贅沢を控えて、本当に美しいと思えるものや実用的だと分かっているものを見直さざるを得ない出来事が起こっていませんか？そういうことが起こりますよ。ということで、今回の満月では、まだやり残していることを思い出して、もう一度お金の使い方を見直して、それから途中で止まっている仕事やタスクを再開させてください。乙女座、今回、これはあなたのところで満月、月食が起こりますが、普段実用的で全てをまとめることで有名な乙女座が珍しく感情的になったり、混乱したりすることが起こるかもしれません。これも良しです。そんな人間らしいあなたを受け止めつつ、個人的なソウルの探求も、今から必要であるというふうに捉えて課題に向き合ってください。パートナーシップのあり方を見直すのもいい時です。天秤座。感情デトックスの場所で起こる満月です。実は先生術では、各満月は全部手放しなんですけれども、特にその、満月の起こる星座の1個後ですね、の星座の人に大きな影響を与えるんです。だからつまり自分の星座から言うと、自分の星座よりも1個前の星座で起こる満月が一番、やばいよっていう、ことです。手放しのところで手放しが起こるからなんです。自分より1個前の星座っていうのは手放しの場所なんですね。なので、天秤座にとってはこの乙女座の月食がもう超感情デトックスです。もうとにかく手放せと。乙女座の課題を手放せ。完璧さ、細かいところ、コントロールへの執着、思い通りにいかないことへの執着、こういうものをもうとことん手放していくことになりそうですね。こういう満月、誰にとっても1年に1回やってくるわけですが、天秤座にとってはそれだということです。自分自身の頑固さへの手放しということになります。
ただし、天秤座っていうのは、12星座の中で一番さっぱりしてます。パッと切り替えて、ああ、もう大丈夫大丈夫っていう風にこう切り替えはとても早いので、天秤座さんは大丈夫でしょうと思います。さそり座、あなたの友情、希望、夢をターゲットにしての変容の出来事が起こるでしょう。友達が同志へ変わったり、未来の夢に向かってもう一つ上の変容が促されていることに気づくはずなので、再計画を立ててみましょう。いて座、キャリアに対しての満足度を再チェックする出来事が起こります。もっと上を目指してもいいのではというアイデアを持って計画を練りましょう。ヤギ座、自分のコンフォートゾーンから押し出される出来事が起こる可能性があります。守ってくれる人、優しい人、安全な場所にいる限り自分は成長できないんだという気づきが生まれ、厳しさの中で成長する決意ができるといいですね。水亀座、変容の惑星である冥王星があなたの、サインに最近入りましたから、もう去年暮れからすでに変容が起こってますよね。そしてこれから19年続く変容期に突入しているわけなので、今回の満月はそのさらに変容が加速すると捉えるといいと思います。どんと受け入れて、もう私慣れっこですという感じでコミットしていくといいと思います。魚座、今持っている人間関係すべてに改めて感謝すべきことが起こります。個人的な関係だけでなく、仕事上のつながりも当てはまります。そして、あなた自身もそれだけ人に影響を与えたり、人を助けたりできる存在であることを自分でコミットするということが開運行動につながります。では、今カットしましたので、一番上のこれが今日見ている皆さんへのメッセージです。4ですね。これは数比術で言うと、この4、周りに4つの偉大な神様が書かれていますけれども、こういう混沌期ではあります。そしてどうやらいろんな出来事が起こる乙女座の満月周辺ではありますけれども、大丈夫。皆さんは守られています。宇宙は皆さんを見捨てたりしません。4が出ましたから、4は本当安心の数字。皆さんは大丈夫です。ということで、素敵な満月を迎えてください。